疲れ様です。前田ハイボールです。皆さん、ドン・キホーテ限定でカバランが登場したのご存知でしょうか。8月5日にそんな情報を私知りまして、急いで買ってまいりました。この味わいをチェックするのはもちろんなんですけれども、私が今日やりたいのはカバラン入門編。今からボトルでカバランを初めて買う人に向けて何が一番最初に適しているのかをチェックしていこうと思います。このブレンダーズリザーブのナンバーワン、ナンバーツー、この2つを開けるのももちろん楽しみですが、その他にディスティラリーセレクトナンバーワン、そしてコストコのカバラン、この4本を飲み比べて味わい比較検証していこうと思います。それでは早速いってみよう。今回は初めての1本にふさわしいものをこの4本の中から厳選すべくこんなものを用意しました。じゃじゃーん、採点シート。タルカンや甘み、香り、余韻などですね、いろいろな項目を用意しました。点数をつけていって合計の点数数値化してですね、1本を選ぼうと思っております。早速検証していこうと思います。まずはストレートで飲んでいきましょう。この青いラベルがドン・キホーテさん限定のブレンダーズリザーブのナンバーワンですね。一般的なウイスキーはボトルだと 700ml が多いので 500ml だとちょっと小ぶりな印象ありますね。上のペリペリをすると中から出てくるのはちゃんとコルクで、キャップのデザインも全部同じですね。次はブレンダーズリザーブのナンバー2。出揃いました。グラスに入れるともうまず色が違いますね。すごいな。ブレンダーズリザーブのナンバー2濃いな。一番濃いんじゃないかな。パッと見た感じそんな風にも。そしてコストコカバランも結構濃いめかなって感じがします。まずはブレンダーズリザーブのナンバーワンからいきます。カバランというとどうしてもトロピカルさを想像してしまうのですが、これはそれほどトロピカルではないかな。フローラルですっきりとした香りがします。ちょっとアルコールのスーッと涼やかな感じも。でもだんだん甘くなってくるな。アルコール感があんまり打ってくるきつさじゃないんですよね。なんでそれがちょっとミントっぽくも感じるような気がします。レーズンとミントみたいな。いただきます。これは予想外の美味しさでびっくりさせられました。すっきりした感じなのかな、癖のない感じなのかなと思ったら、濃度がすごいこれはびっくり。でどんどん温まってくると甘さが増してくる。甘さが開いてきますね。うわこれ美味しいぞ。どんどんシェリーみたいな、レーズンみたいな甘いどっしりとした香り。香りはもうとことん甘くなってきますね。あと口に1回入れてからの鼻から抜けた感じがもう甘くて美味しい。でも口当たりとか回した時とかになんかねっとり感はないんですよね。さらりとしていて、で飲むと香りは甘い、鼻から抜けるのも甘いけれども味としてはそこまで甘さは感じないですね。なんか若いパイナップルみたいな香り。こんな変わるのってびっくりしちゃう。飲んでみるとやっぱりちょっと味としてはすっきり軽やかなのかな。
樽のような香ばしさも感じたり、あとはフローラルさはやっぱり感じますね。甘さっていうのは舌には乗らない、鼻から出てくる。またびっくりさせられたなっていう1本目から美味しいですね。じゃあちょっとジャッジタイム。審査員とかって難しいんだろうな。最初に美味しいなってあるとなんかもう10点って書きたくなりますよね香り、アロマの豊かさ、心地よさ、最初物足りないのかなと思ったのに、飲んで鼻から抜けた時がもうびっくりするぐらい良かった。ちょっと爽やかさがありますね。今までのカバラにはない清涼感、その意外性なども含めて香りは8点。甘み、甘さの質、感じやすさ、香りはめちゃめちゃ甘いけれども口に含んだ時は甘くないので6。樽由来の風味や深み、これはあったな。でも全面に来るっていう感じではなかったので7かな。余韻の長さ、心地よさ、広がりはすごかったけども余韻は長くはなかったかな。5。飲みやすさ、バランスや口当たり、ストレートで飲んでこんな感じの美味しさ、飲みやすさは8か9か9。さあ採点合計ですねをここで出していくと、はい、35点。これでブレンダーズリザーブナンバーワンのストレートでの採点終わりました。もう見た目がね、色が濃くて美味しそうなので期待しちゃいます。ブレンダーズリザーブナンバー2、たまらない黒糖みたいなこってりずっしり甘い香りがしますよ。ため息出ちゃいますね。いただきます。色も香りも全然違うのに、口に含んだ瞬間からのヒヤッとした感じ、そしてふわーっといっぺんに広がっていく、そして鼻から抜ける感じっていうのがナンバーワンと似てますね。なんだろう、どちらもちょっと清涼感がある。でもこっちの方が木の香りがする。ちょっと熟成されてるウイスキーなのかなみたいに思えるどっしり感がありますね。甘くない。香りがこんなに甘いのに口当たりはすっきりさっぱりとしてますね。癖がない。香りこんなに濃厚なのになんだろうな、この味。すんごい飲んだことは食べたことあるような味なんだけど。わかった。香りがすっごい甘いから飲んだ瞬間は甘さ全くないって思うんだけれども、これは昔懐かしい白爪草とか花のツツジとかの蜜をチューチューした時のさりげない甘さと、花びらとかのちょっとした渋み、そう草花の青々しさみたいなのが感じるんですよね。多分それちょっと樽のね香りも混ざってのなんか草木な感じがするのかな。香りずっしり、中爽やかみたいな、また全然びっくりしちゃいますね。飲まないとわからないこの香りと味わいの違い、びっくり、驚きだな。
ブレンダーズリザーブナンバー2採点していきます。まず香りは私これはもう私のね基準での採点ですので大好きなので10点です。甘みの質はちょっと今までにない甘さってこういう風に出るのかっていう発見があった。でも繊細な感じだったので7かな。そしてタルカン強かったですね。タルカンは8。余韻長くはないけれども心地がいい。強くズドーンってあるんではなくて細く長く控えめに続いてたので8ですね。飲みやすさはバランスという面では香りと味わいの差にびっくりしたからバランスがいいっていうものではないかも。7。さて合計点数ですね。はい、ブレンダーズリザーブナンバー2のストレートの合計は40点。そして次はこの2つですね。ディスティラリーセレクトナンバー1とコストコのカバラン。この2つに関しましては今飲んで点数をつけていくのですが、実際の飲み比べ動画ですね、この動画で紹介しておりますので、よかったらそちらで詳しくテイスティングチェックしてみてください。やっぱり飲み比べをすると自分の中のイメージっていうのもまたあれこうだったかなっていう驚きもね再確認もできて面白いですね。40。さてコストコのカバランいきます。コストコのカバランと言っていますが正式名称はブレンダーズセレクトシグネチャーです。ストレートの採点が終わりました。それでは後半戦ハイボールでいきます。後半戦参りますか。楽しみ。甘いよ。うまい、たまらなくうまい。ドン・キホーテ限定のブレンダーズリザーブは深いですね。深みがある。今私ドン・キホーテさん限定と言いましたが、ドン・キホーテグループでの販売になると思うので、これからロビンフットさんとかアピタピアゴとかでも売られるのかなとワクワクしております。ハイボールにするとまた違った顔を見せてくれますね。ハイボールの方が結構味香りが分かりやすくなったような気がします。香りの立ち方は良くなった。9。甘みの感じやすさ、甘みはちょっと減ったかな。5。爽快感、すっきり感、キレ。ハイボールですからね、そこはね増えます。ただ系統としてはゆったり飲む系のハイボールのイメージだったかな。7。食事との相性、これいいと思います。9。満足度、総合的な美味しさか。私はね9。39点。よし。続いてブレンダーズリザーブナンバー2ハイボールでいただきます。
もうこの濃い甘い香りはたまらないですね。少し香ばしさにも感じられるような。これは射抜かれる。うま香りと味がストレートで飲んだ時は一致しなかったんですけれども、ハイボールにしたことで飲んだ時も嗅いだ香りのイメージそのままのどっしり甘い感じになりましたね。不思議。濃くなった。香りの立ち方9、甘み抜群に増した9、爽快感、いやこれはゆっくり飲みたい感じ。すっきりではないですね。どっしりゆったりでありたい、あってほしい、いてほしい、そのままで。で6、食事との相性。悩むな。これは食事とではなくて、これメインでのちょっとしたおつまみ、ナッツ、フルーツ、チーズだったらいいけど、食中酒としては違うかも。7、満足度、総合的な美味しさ10、即答。41、ディスティラリーセレクトナンバーワンいきます。さあ、コストコカバラン。43点。さあ、すべての得点が入りました。結果はこの後。今回の結果はこんな感じになりました。ハイボールもストレートもコストコのカバランが1位。もちろんこれは入門編としてのジャッジの上での1位でございますが、私はねこんな感じに採点しました。いや結構差は出たかなと思いますが、いかがだったでしょうか。今回はかなり辛口採点というかですね、味に優劣はっきりつけなきゃいけないので、基本的にはもう全部10点どれも美味しいと思っているのですが、はっきりとちょっと強弱をつけて辛口採点をしました。でもね、とどのつまり全部美味しいのはもうしみじみと飲み比べたら余計にね思いました。またカバランの味わいっていうのがね、もうどれからもちゃんと特徴として出ているっていうのはすごいなーっていうね感想であります。総じてカバランの出す華やかさっていうのは全てにあります。ただカバランの缶ハイボールだったりとかトロピカル缶っていうのを楽しみたいという方はこちらの2本がおすすめです。そしてそうではなくてカバランの華やかさはありつつもウイスキーの樽感だったりとか熟成感っていうのを味わいたいという方は今回のこのブレンダースリザーブのナンバーワン、ツーをおすすめしたいですね。どっしりとした味わい、トロピカル以外のウイスキーさっていうのをちょっと深めることができる1本2本かではないのかなと思います。いやー美味しいな、大満足でございました。皆さんのねこれからのカバランのボトル購入の参考になれば幸いです。ということで今回の動画はここまでになります。この動画面白いと思ったらグッドボタン、そしてチャンネル登録まだの方はぜひよろしくお願いします。
それではまた次の動画でお会いしましょう。ありがとうございました。うまい。